にこっちこっち私荷物多いタイプで今回の動画ではアークナイツエンドフィールドにて実装されるオペレーター、突撃オペレーターイボンヌの紹介及び解説を行っていきます。またあった。私のことはイボンヌって呼んでいいよ。それにしてもめっちゃ久しぶりに外出たな。うまくやってこうよ。イボンヌは工業団連盟の苦労の推薦を受けた後にアンドレイを経由して特殊人材募集ルートを経てエンドフィールドの特殊技術部に加入。現在は超域や侵食及び関連機器である全周波数超域安定化自動機械の研究を担当しています。イボンヌはエンドフィールドに加入する前は反逆的な性質を持つ人物であると受け止められていました。つまり規則を守ることはなく協調性のない人物だと評されていたのです。ただこの評価に関してはエンドフィールドの人事部は協調性がないのではなく他者が彼女の思考速度についていくことができなかったのが協調性の欠如として見られていたと考えているとのこと。また規則破りの点も自身の思考への干渉を本能的に嫌っている結果だとも考えているようです。いわば彼女は才能がありながらも社会的な規則によって自己を縛られてしまう芸術家タイプであり、現状打破を目的としているエンドフィールドとは馬が合っていると言えるでしょう。またそういった性格を反映して解消はかなり派手で、常に最新のファッション誌に掲載されているようなトレンドをつかんだ服装をしているどころか、ファッション誌が刊行されるよりも先にトレンドのファッションをしていることもあるため、名前を出さないデザイナーであるゴーストデザイナーではないかと思われたこともあるほど。また見た目からもわかる通り、特にピンク色には目がない様子。イボンヌは作業に集中してしまうと他のことが目に入らないようになってしまうのか、トートバッグからマニキュア瓶、ドライバーセット、ファッション誌と様々なものを落とし忘れてしまうという癖があるようですが、そういったものも多くは派手な色をしているかピンク色のカラーリングが施されているようです。またアルデリアのドリーさんの存在を感じ取った時にはピンク色をしているというだけで前のめりになっていたので、ピンク色はパーソナルカラーを超えた執着を持つ色になっていると言えるかもしれません。このように派手な色使いが多いイボンヌですが、意外にもタロ2の朝日や夕焼け、イェルシェの雪と空、そして静まり返った雰囲気が好きだとのこと。エンドフィールドに加入した理由もそういった儚いものを終わらせないようにしたいからであり、深い部分で話し合うとまた違った雰囲気を受ける人物でもあります。また彼女はエンドフィールドの登場人物の中では珍しく、アークナイツからの血筋が明確に判明している人物であり、イボンヌによれば少なくとも父親はガリアの家系であることが明らかになっています。ガリア、正式名称ガリア帝国はアークナイツの世界においてもすでに滅亡した国家であり、現在は各国にガリアの遺産と呼ばれる品はありますが、領土などは存在しておらず、ガリア人の多くはビクトリア帝国で生活をしています。ガリア帝国は当時は覇権国家と呼ばれるほどに絶大な力を持つ国家であり、オリジニウムのエネルギー変換技術においては最前線を走る国家でもありました。彼らが現代のオリジニウムの使い方を生み出し、産業革命を起こしたとも言えるほどで、もはやガリアを止められる国家は地上には存在しないと言えるほどの力を有していたのです。しかし、現代における列強国であるリターニアとの開戦後、同じく列強国であるビクトリア、ウルサスの参戦によってガリアは滅亡してしまいます。これがアークナイツの世界における転換点の一つである四皇海戦と呼ばれる出来事であり、以降は列強国が地政学的有利を求めて抗争し合うグレートゲームのような形相を取り始めました。ガリアの家系であるイボンヌの父親がガリアの血筋を誇りに思っているのもこのためであり、良くも悪くも領土がないにもかかわらずガリアの血筋が絶えなかったがゆえに、ガリアの復権を求める者たちによる騒動が多くあったわけですが、イボンヌが言うなんとか一世というのもガリア最後の皇帝であるコルシカ一世を指しているものと思われ、ガリアを誇りに思う者たちにとっては輝かしい人物だったということが今でも語られているということなのでしょう。もっともイボンヌはなんとか一世と全く覚える気のない言い方をしているあたり、興味は毛ほどもないようですが、彼女にとっては自分が関わってもいない過去の栄光よりも今の問題に向き合い好きなものを守ることの方がよっぽど大事なことであるという姿勢の表れなのでしょう。イボンヌは慣例タイプの突撃オペレーターで、必殺技時の攻撃中はその場から動くことはできなくなってしまうものの、非常に高い火力を出力することが可能な単体遠距離型の性能を有しています。素質1は信頼度の上昇によって解放される素質で、イボンヌのメイン能力である知性を上昇させる効果。
他のオペレーターも所持している汎用素質となっています。素質には戦技、冷え冷えビームベータ型で追加効果が発動時、次の攻撃が銃攻撃となり、銃攻撃のダメージが 50% 増加するという効果。事実上の戦技の追加効果であり、イボンヌの戦技は自身の戦技によって凍結を敵に付与すると追加の寒冷ダメージが発生。素質にはこの寒冷の追加ダメージに呼応する形で発生するので、形式上は追加効果の追加効果という形になります。この素質によって発生する攻撃は通常攻撃を飛ばして銃攻撃に変化。さらにその銃攻撃のダメージも上昇します。この素質の重要な点は銃攻撃が短時間で発生するということ。イボンヌの連携技は凍結状態の敵に銃攻撃を行うことで発生するので、素質には戦技と連携技をつなげる役目を持っているというわけです。そのため素質にはイボンヌを運用する際においては非常に重要な効果を有していると言えるでしょう。なお、素質2の追加効果は非操作中でも発動しますが、連携技は操作中のオペレーターによる銃攻撃がトリガーとなっているので、戦技から連携技の流れを使いたいのであれば、イボンヌを操作オペレーターにしましょう。素質3は、イボンヌの寒冷付着状態の敵へのダメージが上昇し、敵が凍結状態なのであれば、効果が2倍になるという効果。効果としては非常にシンプルですが、イボンヌを運用するのであれば、敵にはほぼ常時寒冷または凍結が付与されている状況が続くので、実質的には常時発動型の攻撃力上昇効果となっています。そのため、素質の発動自体を気にする必要はありませんが、例えば必殺技時などは凍結を相手に付与しておけば目に見えて火力が上がるので、可能であれば敵の状態も気にしながら運用してあげるといいでしょう。通常攻撃は最大5回攻撃の寒冷ダメージを与えるというもので、銃攻撃までのタイミングはやや遅め。ただ、イボンヌは素質2の効果によって状況次第では即座に銃攻撃を発動できるので、他のオペレーターと比べると銃攻撃の頻度は多めとなっています。空中で通常攻撃を使用すると落下攻撃に変化、こちらに関しては特筆すべき点はありません。周囲にブレイク状態の敵がいれば攻撃は襲撃に変化。イボンヌの襲撃のモーションは短い部類なので手早く襲撃が可能です。戦技は発動と同時に前方にフリーズ弾を発射。弾が命中した敵と周囲にいる敵に対して寒冷ダメージを与え、戦技によって相手が凍結状態となったのであれば追加で必殺チャージを回復するという効果。戦技の通常時の動作は寒冷ダメージのみを与えるという非常にシンプルなもの。そのため、この戦技は単独で使用するよりも追加効果を前提としたような性能。敵に寒冷と自然のアーツ付着が発生している状態で、イボンヌの戦技で寒冷を付与することで凍結が発生。さらに凍結が付与されることによって必殺チャージを回復量は付与されているアーツ付着の数が多ければ多いほど増加していきます。なので凍結または自然を付着できる編成と非常に相性がいいという形です。連携技は操作中のオペレーターが凍結状態の敵に銃攻撃を与えた時に発動可能。目標に継続的に寒冷ダメージを与え、中心に向かって引き寄せを行うアイスちゃんを配置し、アイスちゃんは継続時間終了と同時に自爆し、周囲の敵に寒冷ダメージを与え、さらに凍結を付与するという効果。連携技のトリガーとなるオペレーターはイボンヌ自身、在秘、スノーシャインなど。ただトリガー自体は凍結状態の敵に対して銃攻撃を行うなので、例に挙げた寒冷付与ができるオペレーター以外でも可能なので、理論上はオペレーター指定はありません。連携技のトリガーとして運用しやすいのはやはりイボンヌでしょう。イボンヌの戦技は素質2の効果によって凍結状態の敵を攻撃すると次の攻撃が銃攻撃となるので、寒冷や自然のアーツ付着ができるオペレーターと組み合わせれば、戦技からの銃攻撃という最も短い手数で連携技を発生させることができます。また、連携技終了とともにさらに凍結状態を付与することができるので、凍結が効く相手であれば長時間動きを止めることができます。イボンヌの必殺技は発動と同時にプレイヤーが操作するキャラを強制的にイボンヌに変更。イボンヌの通常攻撃は強化され、攻撃中は移動負荷の連射式に切り替わり、さらに通常攻撃を行うたびに会心率が上昇、重ね掛けが最大となると会心ダメージが上昇。必殺技終了時には通常攻撃が銃攻撃に変化、高い寒冷ダメージを与え、敵が凍結状態なのであれば追加で寒冷ダメージを与えることで凍結状態を消費するという効果。必殺技は典型的な固定ガトリングで動かずに攻撃すればするほど火力が伸びていきます。
そのため敵がブレイクした時などの動けない状態が絶好の発動タイミングで、編成やビルド次第では合計ダメージが100万を超えることも不可能ではありません。ただ当然動かないことを前提としているので、発動タイミングがかなり限られてしまうというのが弱点。発動条件に制約があるわけではないので、無理やり発動することはできますが、動くたびに走火力は下がっていくので、よほどでない限りは温存しておいた方がいいでしょう。イボンヌは素質の効果によって重攻撃の発生回数が他のオペレーターよりも多めとなっているので、通常攻撃も重要。さすがに現状のリソースの状態では特化を考える必要はありませんが、ゆくゆくは一行してもいいかもしれません。一方の連携技に関しては、連携技のダメージがというよりも、連携技の発動によって発生する凍結の方が重要で、凍結時間はスキルレベルを強化しても延長されるわけでもないので、優先度は低め。推奨レベルはクールタイムが1秒減少するレベル9にしていますが、素材が足りないのであれば後回しにしてしまっても構わないでしょう。必殺技はイボンヌの最も重要なダメージリソースなので、最優先での強化を推奨。必殺技中にいかにダメージを稼げるかがイボンヌの重要なポイントなので、最大強化となる特化3まで強化することを強く推奨します。イボンヌは必殺技発動中の会心率が非常に重要となるオペレーターなので、装備効果とセット効果によって会心率が上昇する MI 警備セットがおすすめ。セット効果による攻撃力上昇時間は5秒とかなり短いものにはなっていますが、必殺技発動中のイボンヌの攻撃間隔は非常に短いため、瞬時に最大まで効果はスタックし、必殺技が終了するまではこのスタックが最大となった状態が継続されることになるので、装備効果を従前に発揮することができるでしょう。逆に言えば、この MI 警備セットの性能を完璧に引き出すことができるオペレーターは現状ではイボンヌしかおらず、イボンヌ専用装備になっているからこそ、ここまでマッチした性能になっていると言えます。少しアレンジを加えるのであれば、同装備を骨砕の重防具に変更するのもあり、こちらのセットでも必殺技中はほぼ会心攻撃が発生する状態となる上、必殺技の発動頻度を上げることができるので、スキルサイクルをより高速化させたいのであればおすすめです。アクセサリーの一つを生物補助プレートに変えて、戦技や連携技なども強化する方向にビルドしてもいいでしょう。イボンヌの最もおすすめとなる武器は専用武器である芸術の破壊者。芸術の破壊者はイボンヌのメインステータスである知性を伸ばしながら会心率も上昇させ、常時寒冷ダメージを強化した上で、さらに戦技または連携技で会心が発生すると寒冷ダメージを強化するという効果を有します。イボンヌは会心ビルドがメインとなるオペレーターなので、この装備とも相性は抜群。芸術の破壊者を所持しているのであれば迷う必要はありません。時点だとこちらも会心率を伸ばしてくれるくさびがおすすめ。ダメージ強化の上限は芸術の破壊者よりかは下がるものの、その代わり発動条件が緩いという特徴があるので、時点の候補として考えておくといいでしょう。3番目となると寒冷ダメージを強化するナビゲーターを選ぶと良さげ。こちらは会心率の上昇率が戦術した2つの装備ほど上がりはしないので妥協案にはなってしまいますが、決して相性が悪いというわけではないので、上記2つがないのであれば装備させてもいいでしょう。星5以下であれば上記の装備がおすすめ。作品主上は戦術した星6武器にはさすがに性能は及びませんが、無課金武器としては十分運用が可能です。とはいえ、現状ではわざわざ星5武器を選択する理由もないので、育成はほどほどにでいいでしょう。星4武器であるロアーガードは最終手段となる装備。ゲーム開始直後といった手持ち武器がほとんどない時などに装備するためのものなので、育成する必要はありません。イボンヌを運用するのであれば、ベースとしては寒冷編成がメインとなるでしょう。最初に紹介する編成はイボンヌ、ザイヒ、ハレッシュ、エステーラを編成する低レア編成。ザイヒとイボンヌで寒冷と凍結を、エステーラの連携技でデバフを付与し、ハレッシュの連携技と必殺技で SP を回復するという流れです。コンボの流れとしては、ザイヒの連携技が発動した後に各オペレーターが畳みかけるように連携技や戦技を発動させていき、合間にアレッシュの必殺技を発動させて SP の回復を行っていくという形。そのためこのコンボチャートはザイヒの連携技が起点となっているので、かなりわかりやすい部類になっているかと思います。アレッシュの必殺技に関しては特に打つタイミングは気にする必要はなく、たまり次第打ってしまって OK。SP に余裕ができたのであればエステーラの戦技を挟んでもいいでしょう。もしコンボチャートに乱れが出始めたのであれば、ザイヒの戦技がなければ動かないチャートなので、
在避のスキル発動を止めて SP 回復を待てば短い時間でリカバリーすることができるはずです。必殺技の流れもかなり単純で、可能であればエステーラで脆弱をつけた後に在避の必殺技とイボンヌの必殺技を発動するのみ。その間 SP ゲージに余裕ができたのであればエステーラの戦技で敵に慣例を付与し、アレッシュの戦技で凍結状態にしておくといいでしょう。エステーラの枠はアルデリアでも運用が可能です。この編成でも基本的な流れはエステーラを採用した時と同じですが、アルデリアの連携技を発生させる必要がある関係上、イボンヌの凍結効果によって慣例を残さないようにする工夫は必要になります。初動の在避の戦技仕様という点自体は変わりませんが、先ほどの編成とは異なり、コンボの起点となるポイントが重攻撃からのアルデリアの連携技と在避の連携技の2つに変わり、アルデリア側はアレッシュの連携技と組み合わせ、在避側はイボンヌの戦技、連携技、そしてアレッシュの必殺技と組み合わせる流れになります。ここで重要なのは、アレッシュの必殺技は必ずイボンヌの戦技の前に使用するという点。イボンヌの戦技を先に使用してしまうと、アレッシュの必殺技によって付与された慣例を解除することができず、後続のアルデリアの連携技を発動することができなくなってしまいます。結果的にアレッシュの連携技も発動できなくなってしまうので、この点だけは注意しましょう。ただ、ちゃんと回すことができれば、こちらも起点となるスキルが連携技なので、流れとしてはかなりわかりやすいはずです。必殺技の流れはこちらも同じで、メインは在避とイボンヌの必殺技に余裕があればアルデリアの連携技を加えるという形なので、操作方法に関してはまず迷うことはないはずです。アルデリアの代わりにフローライトを組み合わせてみるのもいいでしょう。フローライトの連携技は40秒と長めに設定されていますが、在避の連携技とタイミングを合わせやすく、この編成であればアレッシュは戦技でも SP を回復できるので SP ゲージにいくらか余裕ができるはずです。さらにギルベルタでも運用は可能なので、イボンヌ、在避、アレッシュの編成だと残り1枠にはかなりの自由度があると言えるでしょう。ラストライトとの併用は一応は可能といえば可能ですが、扱いやすいかと聞かれれば現状ではかなり微妙なところ。ラストライトの連携技を発動させるにはほぼ全ての SP を在避とラストライトに割く必要があり、ギルベルタは連携技と必殺技のみ使用。イボンヌの戦技を使用してしまうと慣例が消滅してしまうので、この点も気をつける必要があり、同時にラストライトも慣例を消費してしまうので、各スキルに発動遅延をかけながら運用していくことになります。一方で一度コンボが動き始めるとひたすら連携技と戦技を打ち続けるという非常に爽快感の強いトリガーハッピーな面もあります。必殺技も特にその面が顕著で、イボンヌとラストライトはどちらも突撃オペレーターであるという関係上、かなりド派手な運用が可能となっています。このあたりにロマンを感じるのであれば、編成の一つとして運用することも視野に入れるといいでしょう。イボンヌは必殺技によって短時間のうちに集中的にダメージを出力することに長けたオペレーターで、同じ慣例属性の突撃オペレーターであるラストライトと比べると、自身では慣例付着ができないため編成に対する依存度が高くなっていますが、きちんとサポートさえしてやればそのサポートに応えてくれるダメージを出力してくれます。また重攻撃までの流れをスキップできたり、会心率が強く影響する性能だったりと、現状の実装されているオペレーターの中では一風変わった性能になっているとも言えるでしょう。総じてお膳立てすればするほど爆発力が増していくことになるので、必殺技中は動けないというデメリットがあるものの、圧倒的な短時間火力が欲しいのであればイボンヌはおすすめのオペレーターです。以上でイボンヌの紹介及び解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。